どうも、ゆっくりレ夢ムです。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。今回は、購入検討者必見。新型 BRZ のオートマ、マニュアルどっち絶対後悔しない選び方を紹介していくぜ。あらやだ。ウプ主は WRX 持ってるのに、もう浮気をするのかしら？ウプ主は WRX の燃費が悪すぎてセカンドカーに、燃費の良いスポーツ走行も可能な新型の BRZ を購入しようとしているんだ。ああ、スバル縛りは継続なのね。それでウプ主から、新型 BRZ を購入するなら、オートマとマニュアルどっちがいいのかって、悩みがあったから今回それをネタにするぞ。オートマ選ぶかマニュアル選ぶかは、車界隈に放り込んだら、99% 議論がヒートアップして魔境になるようなネタじゃない。確かにな。これを見てるみんなもきっと、スポーツタイプならマニュアルでしょ。とか、スポーツタイプだからといってマニュアルにこだわる必要ないでしょ。とうとう、意見を聞いたことがあるんじゃないか？ちなみに私は昔、スポーツタイプならマニュアルが良いって意見だったぜ。これはあくまで一例よね。それだけ、マニュアルかオートマを選ぶのって色々な意見があって悩ましいのよね。でもこの論争で出てくる意見は誰も悪くなくて、結局自分に合ったものを選べるかどうかなんだ。逆を言えば、自分に合った基準で選びさえすれば、そんな意見に流されることもない。ということは、今回の内容を見ると新型 BRZ を購入を検討している人が、マニュアルとオートマどっちを選ぶべきなのかってのがわかるわけね。そうだぜ。逆に自分の基準で選べないと、買った後後悔することにもつながる。決して安い買い物じゃないから、買って後悔はしたくないだろそうね。安月給のウプ主の貯金がゼロになるような買い物だから、絶対に後悔したくないだろうしね。ぜひ、新型 BRZ を購入しようと検討している人でマニュアルかオートマかで後悔したくない人は、最後まで動画の視聴をいただけると嬉しいぜ。もし、これ以外の視点から説明をしてほしいなどありましたら、ぜひコメントいただけると率先してネタにさせていただきます。また、今後もスバルネタをメインに、色々な雑談等を配信していきますので、スバル好きはチャンネル登録で繋がれたら嬉しいぜ。それでは本編行ってみましょう。ゆっくりしていってね。結論から言っちゃうと、マニュアルトランスミッションが大好きなら、マニュアルにすればいい。以上です。ありがとうございました。っておい、これで終わったらあんた動画作る意味ないわよ。ツイートで十分じゃない。悪い。もちろんこれは冗談だぜ。これにはちゃんと理由があるんだ。絶対後悔しない新型 BRZ のオートマ、マニュアルの選び方は、あなたは本当にマニュアルトランスミッションじゃなければいけないのかを自問自答することだ。自問自答？つまり、マニュアルじゃないといけない理由をセルフ問答してればいいの？まあそういうことだな。後で、新型 BRZ のスペック等の話をするが、客観的に見てマニュアルよりオートマの方が優れてる点が多いんだ。おそらくだが、マニュアルじゃないといけない理由が出てこない人は、ほぼ 100% オートマを買って問題ないと思うぜ。オートマの方が優れてる点が多いの？ぐぬぬ。でも私、スポーティーな走行もしたいし、やっぱりマニュアルの方がいいかしらね。おっと、まんじゅうレ夢ム。ちょっと勘違いをしているが、スポーティーな走行はオートマでもできるぜ。確かにスポーツ走行だと、マニュアルの方に分があると思うが、スムーズに走りたい等のスポーティー感を求めるならオートマで十分だ。そうなのね。なら私は、断然オートマが欲しいわね。手のひらくるくるだな。もちろん、スポーツ走行以外にシフトをガコガコ動かして操作するのが好きな人は、当然マニュアル一択だと思うぜ。さて、マニュアルとオートマの差を説明する前に、初代 BRZ と新型 BRZ の違いを少し解説をしようと思う。あいさ。そもそもスバルの BRZ が販売されたのは、いつか覚えてるかまんじゅうレ夢ム？なんだか最近のような気もするけど、2年か3年前かしら？残念。販売されたのは今から10年前の、2012年に初期型が流通開始したんだ。そんな昔なの。時間の経過って残酷ね。もちろんの話だが、姉妹車にあたるトヨタの86も販売は2012年だ。ちなみに、R35 の GTR は2007年だぜ。マジかー。もうそんなに昔なのね。GTR の方はかなりびっくり。話がそれちまったが、BRZ は知っての通り、トヨタとの共同開発で後輪駆動の水平対向エンジンを積んだスポーツカーだ。これは86にも該当するな。そのコンセプトを受け継ぎつつ、2021年7月に販売されたのが、フルモデルチェンジした新型 BRZ ってことね。そうだな。まず、初期型と新型の大きな違いから紹介していくが、外見の違い以外にまず挙げられるのは、排気量が2リッターから2.4リッターにアップしたことだな。さらに、高回転域で最大トルクを発生していた先代モデルに比べて、新型は約 3000rpm も低い回転で最大トルクが発生するようになったぜ。
従来よりも低い回転で最大トルクってことは、下からでも力強く押し出してくれそうね。先ほどから話に上がってるトランスミッションは、6速マニュアルと6速オートマの2種類。中でも6速オートマでは、スポーツモード時の制御が改善されたぜ。スポーツモードとは、BRZ のオートマに備え付けられた機能で、簡単に言うと、山道等を走行する際にスムーズなドライブを楽しめるモードだ。新型では、スポーツ走行中と判断された時に、最適なシフト操作がオートで行われ、よりスムーズなコーナリング走行が可能になったんだ。これがさっき言ってた、オートマでもスポーティーな走行が可能ってことなのね。お、察しがいいな。その通りだ。旧型のスポーツモード制御は比較的おとなしめで、マニュアルの方が楽しいなと思わせる印象だったのに対し、新型では、これは楽しい、と、ワクワクする操作性になったぜ。オートマでもしっかりスポーツを楽しめる、という技術者の言葉に誇張はないな。無理にマニュアルにしなくても、快適なスポーティーな走行を楽しめるので、マニュアル免許持ってない人でも素敵なドライブ生活が送れるってわけね。特徴的なものだと、マニュアルにはついてないアイサイトが、オートマでは標準搭載されてるのも嬉しいところだな。安全性能については、どうしてもオートマが素晴らしく見えるぜ。ただ、高速法警戒支援システムについては、マニュアルでも標準搭載されているので、この点についてはありがたい。他にも、色々と今映ってるように初期型と新型の違いはある。しかし今回の動画のメインは、別に BRZ 初期型と新型の違い紹介じゃないので、割愛をするぜ。BRZ の新型と旧型についての違いで知ってることがあれば、ぜひ、コメント欄で色々な人に教えてほしいんだぜ。コメント稼ぎ宣伝を。まとめるが、マニュアルとオートマで悩んでいる人がどっちにするか決めるポイントとしては、進化したスポーツモードでお手軽に峠や山道ドライブデーのままに BRZ を操りたい。人混みや渋滞路をよく通る人はアイサイトでかなり楽したい。って人は、オートマ一択だと思うぜ。前提条件として、そこまでマニュアルシフトにこだわりがないってのはあるけどね。さらにもっと言えば、ただ単に BRZ と言っても、グレードがマニュアルとオートマでそれぞれ2つある。標準グレードの R と、上級グレードの S だな。R って聞くと、どうしても棒7万円コースのあの板金の人が出てくるあたり。私はきっとイニシャル D 脳にやられてる気がするわね。グレードが分かれてるってことは、当然性能と金額が違うわけよね。当然違うな。先ほども言ったが、今回は新型 BRZ のオートマかマニュアルどっちが良いのかって話なので、どれくらい違うのかは割愛するぜ。一応、代表的な違いについては、載せておくので一時停止してみてくれ。単純に言うと、グレード S の方がよりパフォーマンスが良い車ってことね。まあ、街乗りメインのレイムちゃんにとっては、お安い方が個人的にはいいわね。浮いた金額でパーツ買えるし。そこは自分の用途に合わせて選ぶべきだな。ウプ主が買うとしたら、一番安いやつじゃないと死活問題になるだろうが。どうだったまんじゅうレイム？新型 BRZ を購入するなら、オートマとマニュアルどっちがいいか参考になったろ。これ聞いて、私はオートマでもいいかなって思っちゃったわ。お手軽にスポーティーな走行を楽しめるが魅力ね。今回はオートマとマニュアルについて話したが、よく比較対象に挙げられるのはそれ以外にも、姉妹車であるトヨタ GR86 があるぜ。そういえばさっきちらっと、86の話をしてたわね。姉妹車ってことは、会社名だけ違って中身は同じなんじゃないの？それが系統が全く違う車に仕上がってるんだ。設計開発と生産は GR86 もスバルが担当していたため、二つの車は基本部分は全く同じなんだが、足回りとエンジン制御のスロットルマッピングなど、仕上げの部分は各メーカーで調整されているぜ。基本的な部分は同じなのに、足回り等を変えるだけで、そんな走行性が変わるのね。車のいじり方は奥が深いわ。レイムちゃん全然わからないけど。大丈夫だ。その点、ウプ主も全然わかってない。よく言われるのが、GR86 はアクセルレスポンスがかなりクイックで、サスペンションも硬いから、スポーツカーって感じだそうだ。逆に BRZ は、アクセルのレスポンスも足回りも基本的には穏やかだ。スポーツ性を楽しみたいって人には、BRZ の方がいいかもな。街中でも扱いやすく、長い時間乗っていても疲れにくいってことね。レイムちゃん断然86より、BRZ の方が向いてるわね。長々と話してしまったが、現行 BRZ は車両価格300万円台前半で買える。気持ち良い車ってことだ。オートマだろうがマニュアルだろうが、それは変わらない。なるほどね。それで冒頭で話した。マニュアルトランスミッションが大好きなら、マニュアルにすればいい。に繋がるわけね。オートマでもスポーティーな車を楽しめ、これを機にどんどんスポーツカーに、興味を持ってくれる人が増えることを切に願うぜ。その中で、スバルを選んでくれればなお嬉しいだぜ。新しい車を購入、もしくは免許をこれから取る人はぜひ、
新型 BRZ を検討してみてください。こんな感じで、このチャンネルではスバルの話とか、ウプ主の愛車である WRX の車載動画とかをアップしているので、ぜひ、スバルが好きな人はチャンネル登録という形で繋がれることができたら幸いだぜ。あと、評価ボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。